なあきなこ、最近スマホの AI がすごいって聞くけど、あれってシリみたいなやつやろ？ああいうのって結局前もあんまり流行らんかったやん。今さら何がちゃうの？もっち、それ一番やっちゃいけない勘違いだよ。今のは別物なの。2026年5月の Google I/O で発表されたジェミニーインテリジェンスはスマホの使い方そのものを変えるの。使い方を変える？大げさちゃう？アプリをタックするだけやん。スマホって。それがね、そのアプリをタップするっていう常識がもう古くなるかもしれないの。じゃあどうやってスマホ使うん？話しかけるだけ。例えば来月の旅行予約まとめてっていうだけで全部終わるの。全部？フライトもホテルも勝手にやってくれるんか？それはすごいやん。そう、 AI が答えるだけじゃなくて代わりに操作する時代に入ったってことなの。今日はそのジェミニーインテリジェンスで何が変わるのか、裏側の仕組みから日本への影響まで全部見ていくね。よっしゃ、スマホの未来しっかり教えてもらおう。きなこもっちーのテック深掘り。今日のテーマはジェミニーインテリジェンスが変えるスマホの使い方。 AI アシスタントなんて前も流行らなかったって思ってる人、ちょっと待ってね。僕もさっきまさにそう言うてたとこや。今度のは本当に別物なの。最後まで一緒に見てね。よっしゃ、気合い入れてきてくれ。まずはジェミニーインテリジェンスで何ができるようになるのか、目玉機能から見ていくね。一番すごいのがマルチステップタスクの自動化なの。複数のアプリをまたいで作業してくれるんだよ。アプリをまたいで？どういうこと？例えば来月の旅行の予約まとめてって話すと、フライト検索からホテル比較、予約まで一気にやってくれるの。それめっちゃ便利やん。優秀な秘書を雇ったみたいなもんやな。そうそう、話すだけでいろんなアプリを動かしてくれる、まさに秘書みたいな存在なんだよ。飼い主、いつもアプリどこ行ったか探してもたついてるからな。これ教えてあげたいわ。確かに飼い主はアプリ探すの下手だよね。次の機能もすごいよ。ランブラーっていう音声入力は話した言葉をその場で整えて文章にしてくれるの。とかみたいな口癖を自動で消して綺麗な文章にしてくれるんだよ。いいなそれ。僕考えながら喋るからばっかりやねん。メールやメッセージを声で打つときすごく楽になるの。言い間違いや口癖も勝手に直してくれるしね。なるほどな。声で喋ったのにちゃんとした文章になるんは、横で清書してくれる秘書がもう一人おるみたいやな。うまいこと言うね。話す速さで考えをまとめられるからメモを取るのもうんと早くなるんだよ。あとはクリエイトマイウィジェット、ホーム画面のウィジェットを言葉で作れる機能なの。毎日の水分量を追跡するウィジェット作ってって頼むだけで AI がちゃんと作ってくれるんだよ。へえ、自分専用の画面が話すだけで作れるんや。最後の Chrome のやつは？ Chrome との統合は2026年6月から、ウェブページの内容を要約したり操作を自動でやってくれるの。ただ一部の機能はジェミニスパークっていう月額$20、約3000円の有料プラン限定なの。そこは要チェックね。Chrome のやつも長いウェブ記事をさっと要約してくれるんやろ？調べ物めっちゃ楽になりそうやな。そうなの。面倒な申し込みフォームの入力まで AI が代わりに進めてくれるようになるんだよ。うわ、便利な文しっかり課金させられるんやな。でもこんな賢い AI がスマホの中で動くってどうなってんの？でもさ、そもそもなんでスマホの AI が急に賢くなったの？クラウドってやつにつないでるん？いい質問。実はね、今は AI の本体がスマホの中に入ってるの。ジェミニナノっていう小さな AI なんだよ。ジェミニなの？なんか難しい言葉いっぱい出てきたな。大丈夫。簡単に言うとね、スマホにちゃんと収まるサイズまで小さくした AI ってこと。データの大きさは約 1.7GB、写真のアルバム1個分くらいでちゃんとアプリみたいに入ってるの。へえ、AI ってでかいサーバーで動いてるイメージあったけど、スマホに入るんや。そうなの。だから電波がなくても動くし反応も早いの。一度に読める量は約2048トークンってサイズなんだよ。電波ないとこでも動くんは助かるわ。地下とか山ん中でも AI に頼れるってことやろ？そうなの。
しかも自分のスマホの中だけで考えるから、ネットに送って返事を待つより反応がずっと早いんだよ。またされ返の早えな。会話するみたいにポンポン返ってくるってことか。最新のナノ4は報道ではバッテリー消費を6割減らして速度が4倍になったとされてるの。4倍はめっちゃ早いやん。ってそれほんまだ。そこは正直まだ報道ベースなの。 Google が公式に認めた数字じゃないから、話半分で聞いてね。でもさ、 AI にメールとか写真を読まれるんやろ。個人情報を読まれるん怖くない？その気持ちわかるよ。でもね、ちゃんと守る仕組みがあるの。 AI シールっていう仕組みなんだよ。シール？また新しいの出てきた。早い話、 AI が情報を読む場所をスマホの中で隔離するの。個人情報がスマホの外に一切出ない仕組みなんだよ。他のアプリもスマホを作った会社すらその中身を覗けないの。鍵のかかった部屋で作業するイメージね。なるほど、外に持ち出さへんならちょっと安心したわ。しかも賢いのはここから、重い処理だけはクラウドに自動で振り分けるの。ハイブリッドインファレンス、これが賢い使い分けの正体なんだよ。普段はスマホの中だけで動いて、難しい時だけクラウドに頼るの。じゃあ iPhone や Windows はどうなんだろうね。ねえきなこ、 AI スマホって結局どれが一番ええの？ iPhone と Android と、あとパソコンもあるよね。いい質問ね。今この AI スマホ競争は Apple、Google、Microsoft の三つどもえになってるの。まず Apple の Apple インテリジェンスは iPhone15 Pro 以降に無料で提供されてるんだよ。無料？やん。じゃあ Apple の勝ちやろ。そう単純じゃないの。ジェミニは一部の機能にジェミニスパーク、月額20ドルが必要なんだよ。でも値段より大事な違いがあるの。それがエコシステムの開放度なんだよ。Apple はデバイス内に閉じた体験、Google はオープンなエコシステムに組み込む真逆の思想なの。なるほどね。じゃあパソコンのマイクロソフトは？ Windows のコパイロット足す PC ね。AI 専用チップが 40TOPS 以上っていう高い条件があって、対応端末は少なめなの。ふーん。じゃあ性能だけ見たらどこも似たり寄ったりなん？そうでもないの。 Google は Fitbit の健康データをジェミニが読んで、体調のアドバイスをする機能も用意してるんだよ。スマホだけやなくて腕につけるやつともつながるんか？そうなの。 Apple Watch に対抗してウェアラブルと AI をつなげる差別化を狙ってるってわけ。でもね、ここでびっくりする話があるの。実は Apple と Google が手を組んだんだよ。アップルとグーグルって仲悪いんちゃうの？ライバルやろ？なんで手組むん？そこが面白いところなの。2026年1月の提携で iPhone の Siri からジェミニウルトラが使えるようになったんだよ。実は昔から2社は微妙な関係でね。 Google は iPhone の検索の標準だったり、地図で争ったり、近くて遠い間柄だったの。こういう競争しながら協力する関係をコーペティションって呼ぶの。 AI 時代の新しい潮流なんだよ。敵同士が手を組むってよっぽど AI が大事ってことなんやろな。そうなの。スマホの入り口をどの AI が抑えるかっていう大事な競争になってるからね。へえ、敵同士が組むなんてビジネスって不思議やな。で、この三つどもえは日本に住んでる俺らに関係あるん？海外の話は分かったけどさ、結局これって日本にも関係あるの？僕のスマホ、Android なんだけど。それがすごく関係あるの。MMD 研究所の2026年2月の調査だとね、日本のスマホは Android が 50.8% なんだよ。iPhone が 49.0% だからほぼ半々ね。つまり日本人のおよそ半分がこの話の対象ってことなの。日本人の半分かいな。じゃあ僕のスマホもバッチリ関係あるんやん。急に自分元になってきたで。でしょう。しかも動きは端末だけじゃないの。ドコモ系 DDI ソフトバンクの3社が大きく動いたんだよ。2026年3月から3キャリアが Google メッセージを共通の基盤にしたの。 SMS から RCS への移行が一気に進むね。 RCS？ なんかよくわからん横文字出てきたけど、要はメッセージアプリが賢くなるってことを？そうそう、その理解で大丈夫。
メッセージに AI が入る土台が整ったってことなの。へえ、ドコモも au もソフトバンクも足並み揃えるなんて珍しいな。でしょう。それだけスマホの AI 化がもう避けられない流れになってるってことなの。3社が本気出すってことは日本でもいよいよガラッと変わるんやろな。それに日本独自の動きもあるの。ソフトバンクがすごい端末を出したんだよ。2026年4月24日に発売されたナチュラル AI フォンなんだよ。音声コマンドだけでほぼ全部操作できる設計なの。ただジェミニとの統合の中身はまだ発表待ちなんだよ。話しかけるだけで動くスマホか。なんかさ、今の僕のスマホの使い方もう古くなるんちゃう？鋭いところつくね。実は海外でもアプリブリッドの死って言葉が出てきてるの。アプリを並べたホーム画面は時代遅れになるって議論で、話しかけて AI が複数アプリを横断する形に変わるって。せっかくアプリの場所を覚えたのに、でも日本でもすぐそうなるん？ちょっと焦げるわ。そこは焦らなくて大丈夫。日本語版はまだ英語版ほど完成度が高くないの。日本人が本格的に恩恵を受けるのは2026年後半から2027年って見込みなの。有料機能の日本展開も多分その頃ね。なるほど、まだ少し時間はあるんだな。でもさ、ホーム画面からアプリが消えるって本当にそうなるのかな？なあきなこ、ここまで聞いてきたけどさ、結局これって何がそんなにすごいん？いい質問ね。本質派ね。AI が答える存在から代わりに操作する存在へ変わったことなの。今までの Google アシスタントは聞いたことに答えるだけ。でもジェミニインテリジェンスは代わりにアプリを動かしてくれるの。答えるだけと代わりにやってくれる。その違いってそんなに大きいの？めちゃくちゃ大きいの。教えてくれる秘書と動いてくれる羊くらい違うんだから。いやでもな、それシリの昔からできるって言うてたやん。結局全然使えへんかったやろ。そう、そこなの。シリもコルタナも昔の技術じゃちゃんと動かなくて、みんな信頼をなくしたんだよ。だよな。今度こそ本物ですって言われてもまた裏切られる気しかしないよ。その気持ちわかる。でもね、生成 AI の登場で状況が根本から変わったの。タスクをやりきる精度が桁違いに上がった。実際ジェミニ3.5フラッシュは前の世代より4倍速くなってて、複数の AI を連携させる仕組みも整ったんだよ。前は使えへんやんで終わってたのが、今度はちゃんと最後までやってくれるんか。そうなの。だからどうせまた失敗するだろうって決めつけるのはもったいないかもしれないの。言われてみたら僕もちょっと食わず嫌いしてたとこあるな。へえ、じゃあ本気でアプリいらんくなるの？僕のスマホのアプリ全部消えてまうの？そこ気になるよね。実はライバルのオープン AI もクアルコムやメディアテックと組んでね、アプリの代わりに AI が動くスマホを考えてるの。2028年ってもうすぐやん。ほな本当にアプリ全滅するんちゃう？落ち着いて。全部なくなるは言い過ぎなの。 AI が入り口になってアプリは裏で動く実行エンジンになるって考えるのが正しいの。あ、なるほど、そういうことか。アプリは残るけど僕が直接触るんやなくて AI に頼むようになるってことやな。そう、その通り。今 OS 企業が一斉に生成 AI へ舵を切ったのは、誰が入り口を握るかの主導権争いなんだよ。アプリを探してタップする時代から、やりたいことを伝えるだけの時代に変わっていくの。なんや、考えてみたらすごい変化やな。スマホそのものの使い方が変わるんやもんな。スマホの主役がアプリから AI に変わるんやな。で、結局いつからどんな風に俺らの生活が変わるん？なるほどな。今日の話、僕なりにまとめると、スマホが見て操作するから話しかけて動かすに変わるってことだよな。そうそう、バッチリ。今日のポイントは3つね。1つ目、ジェミニインテリジェンスで複数のアプリをまたいだ操作が自動になるの。2つ目、ジェミニナノみたいな端末の中で動く AI だから賢いのに個人情報を外に出しにくくて安心。そして3つ目、ピクセル9は日本でも売ってるし、これは海の向こうの話じゃなくて私たちのスマホにも来る未来なんだよ。ほんまかいな。ほな日本でもすぐバリバリ使えるんちゃう？そこはちょっと待ってね。
日本語での完成度はまだこれからで、本格的に恩恵を受けられるのは2026年後半から2027年って言われてるの。なるほどな。楽しみなような、ちょっと怖いような。僕はまだ自分でポチポチする方が落ち着くかも。今はまだ始まりだけど、数年後には昔はアプリを一つずつ開いてたんだよなんて笑い話になるかもね。本当だな。僕らもこの大きな変化、リアルタイムで見届けられるってことだよな。そこでみんなに聞きたいねん。話しかけるだけで動くスマホ、使ってみたい？それとも、やっぱり手で操作したい？コメントで教えてな。この2匹と一緒なら、難しいテックも怖くないやろ。チャンネル登録、よろしく。最新のテックも毎回一緒に見出しの裏側まで読み解いていくね。おやつ代のためにも、高評価のポチッと、よろしくお願いします。スマホの進化に置いていかれない目を一緒に育てていこうね。次回もテック深掘りで会おうね。バイバイ。